特にこの土星逆行の影響を受ける人は、こんなお誕生日の人です。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日は土星逆行のお話です。日本時間2026年7月の27日から土星はお羊座で逆行を開始します。そして今年は12月の11日に逆行を終了します。今日は今年の土星逆行は一体どんな意味を持つのか、この期間中どんなことが起こるのか、そして12星座別にどんなレッスンが宇宙からやってくるのか、どういう影響を受けるのかということについて、さらに最も土星逆行の影響を受けやすいお誕生日の日というのがあります。それもすべてお話ししたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、今年の土星、お羊座にいます。そして今回の逆行はお羊座の14度で始まります。こちらが土星が逆を開始する瞬間のホロスコープですね。14度から始まりまして、12月の11日に7度まで戻ります。そしてまた進行を始めて、2027年の3月にこの14度まで戻ってきます。つまりお羊座の7度から14度までを3回体験をするということになります。占星術では天体が逆行するときにどこからどこまでを3回体験するのかというところを見ていきます。なぜならば同じお羊座でも度数によって意味が違う。なので毎年どの度数で逆行する、つまりどの度数をわざわざ3回も体験するのかというところを見ていくと、この期間中にどういうことが起こりそうかということが運勢が予測できるということです。こんな風にして、占星術師の人は星読みを作っているわけです。で、今回土星の逆行中ですね。じゃあまとめるとどういうことが起こるのかということなんですが、まず、規律、勇気、責任、それから境界線、努力すること、献身すること、自己を見つめること、成長すること、信念を確かめること、長期的な目標について、そしてソウルが心から求めている持続可能な世界というテーマを深く見つめ直す機会となるはずです。さらに土星はタイムキーパーと呼ばれています。この世界の時間を実は全てコントロールしている惑星が土星です。皆さん一人一人がどのテーマ、あるいはどの物事をどういうことに、誰に対して真摯に向き合い、どれだけ多くの時間をどこに費やしてきたか、それを土星は見ているわけです。あなたの人生の時間を使っている場所が土星から見ると、それがあなたにとって大事な場所なのよねというふうに診断してアドバイスをくれるわけです。そういうことをいつもチェックしているスーパーバイザーのような存在、それが土星です。つまりそれが皆さんが今世で責任を持って愛と信念を貫く場所であるとみなすわけですね。だから持続して時間をかけて続けていることがとても大切ということになってきます。そして土星はヤギ座と水亀座の支配星です。そしてヤギ座も水亀座もどちらも個人の人生ではなくて、社会的な役割や使命、社会に対してどんな貢献ができるのかというところにテーマがあるサインです。そしてお羊座という場所は本能であり、情熱であり、信念であり、行動です。魂が今世で何をするために、どこに信念を貫くために生まれてきたのか、社会的な使命や役割は何なのか、そこに情熱を持ってたくさんの時間を注いできたか、その見直しを強制的にさせられる時間となります。つまり本当はこれが使命でここに情熱があるのに、いろいろな皆さんのせいではないかもしれない、例えば社会的な状況、あるいは家庭の状況などで一番大事なものにあまり時間を費やしてこれなかった場合は、
土星からすると、あなたは今それよりもこれが大事なのねというふうに取ってしまうわけです。ですから、この逆行期間中に見直しをする自分で、そしてこれが一番大事、ここにもっと時間を注ぐべきでした、もっとこれからの人生後半はここに注いでいきますから、ここにサポートをください。そういう調整をしていく期間ということになります。何か思い通りにいかないこと、想定通りにいかないことがこの土星の逆行中にやってくる。でもそれは今言ったように、あなたがそこに向けて費やした情熱と行動の時間を見直すというために起こります。日々の習慣とかモチベーションの保ち方を見直して再起動するために起こる事件、出来事、レッスンということになります。明らかに自分よりもそこに対して時間を費やし努力していると感じる人、パッションをそのまま行動に移している人たちが上昇していく姿を見ることになるということですね。本当は自分もパッションがある。だけどあの人ほどそこに時間を費やしていなかったかもしれない。その差が歴然と現れてくるということになります。あるいは皆さん自身がその結果と成果を受け取る方のご褒美を受け取ってるかもしれないですね。そして、あの時諦めなくてよかった、時間を費やしてよかったと感じるような出来事が起こるかもしれません。皆さんがどちら側になるのかは、皆さんが今日まで費やしてきた時間によります。いずれにしても、太陽と月以外の天体は全て逆行します。天体が逆行する理由は、いつでもやり直しと再起動ができるからです。いつも言っていますが、天体の逆行は宇宙からの愛です。そのまま調整できないまま見捨てて進んでいくんじゃなくて、ちょっと待ってあげるから、もう一回やり直してみたら、という期間をくれているということなんですね。土星は先ほど述べたように仕事、転職、使命に関係する天体ですから、これから先皆さんの人生で何を自分の転職として、あるいは使命として心からコミットして、そして腹をくくってその役割をしっかり引き受けてそこにたっぷり時間を費やしていくのか、ここで再スタートが切れる時ということです。特にお羊座の土星に再起動のエネルギーが充満しているというのは本当です。私がこの動画の中で最後によくセプタグラムソウルジャーニーリーディングのカードを引いています。これは65枚のカード、私がある時に宇宙から受け取った65枚のビジョンをカードにしたもので、セプタグラムソウルジャーニーリーディングとして日本でもしっかりと登録商標をさせていただいている正式なメソッドなんですが、この時お羊座のカードのビジョンを受け取って、このお羊座のカード、私のお気に入りの1枚でもあるんですが、再誕生の象徴である不死鳥、フェニックスが描かれています。つまりやはりお羊座の土星逆行っていうのは再誕生のチャンスということになりますね。土星逆行中の分かりやすいアドバイスをしておきます。この期間中は会社を設立するなどの大きな社会的使命に関する行動は避けた方がいいです。継続を心がけること、学びを進めることの方が大切。学び、努力し、継続する、これが土星が好きなことです。途中で諦めないと決めて12月まで突っ走る、前に進んでいく、これはとても素晴らしいことになると思います。それから明らかに健康に良くないと分かっている習慣、一番多いのは日本人の方は夜更かし、スマホ依存だと思います。こういうところを断ち切っていく。それから SNS の最適化をしてください。SNS っていうのは最適化していないと、あなたにとって必要のないもの、不安にだけさせるもの、他の人と自分を比べて元気がなくなるもの、自分を信じられなくなるものがわんさかあります。それがダダ漏れに上がってくる状態は良くないんですね。土星逆行中にぜひ最適化をしてください。
で、今、アルゴリズムは非常に優秀です。ですから皆さんが何を長い時間、土星は時間です。何回も言いますように、皆さんがなんか人の悪口を言っているような投稿を止まって見てしまった。あ、この人こういうの5分も見てる。全部カルキュレーションしています。なんか嫌な悪口の投稿ばっかり上がってくるんだなと思う人は、そういう投稿を皆さんが長めに見ているので、アルゴリズムは良かれと思って、あなたこういうのお好きでしょうとしてこう出してくるわけですね。だから自分で最適するためには、そういう嫌な投稿が現れたらすぐに削除するとか、これをもう表示させないボタンありますよね。そういうものを押していく。そうすると自分の意思が土星先生に伝わって、私が一番見たいのはこれです。あなたが長く見ている投稿、長く見ているだけじゃなくてコメント書いたり、いいねを押したりしている、アクションしているものはさらに興味があるんだと思いますから、私なんか犬と猫と宇宙の話しかタイムライン上に上がってこないんです。それ以外上がってきても全部削除。もう死ぬほど長い間保護犬の写真とか見てますので、自然に最適化されていく。自分にとって見るとワクワクするもの、心が落ち着くものが上がってくるように最適化する。これも土星逆行中にやるべきことです。土星はティーチャーなので、人生を見直す必要のある出来事が逆行中に起こる。これはもう避けられません。毎年土星は同じ期間、だいたいこの後半ぐらいに逆行します。年の最初突っ走って後半逆行して見直しっていうふうにもできてるわけです。宇宙のリズムっていうのは。ですがそれはさっきも言ったように全て止めるためではなくて、土星先生からの次の来年の頭にかけてのレベルアップのテストです。あなたはもうこのレベルのテストを超えますか？超えたならば来年から一つ進級して上のレベルで魂の人生を送っていきましょうというテストなんです。ですからどんなテストが来るのか知っておくことは大切ですね。これテストだと気がつかないで過ぎちゃうと、当然テストに通らないから来年進級できないということです。なのでここで朗報です。12星座別にどんなテストがやってくるのか、事前に今からお話をしていきたいと思います。まずこれ土星逆行中ですよ。お羊座で起こる逆行ですから、お羊座が最もその影響を当然のように強く受けるわけです。で、よいしょ。土星は自己の本質と重なっています。なので出遅れた、しまったって感じるような出来事が焦りを生み出して、お羊座のアイデンティティに対して自分でも一体何をやりたかったのか混乱することが出来事として起こる可能性が高いです。ですがこの時にこれは皆さんの忍耐力と本当にそこに愛を持って取り組んでいるのかをタイムキーパー土星がテストしているということを忘れないでください。なので混乱せずにそれでも進み信じ続けますか？ここからもう少しそこに多くの時間をさらに費やしますかというテストです。皆さんの誠実さそのものに対しての誠実さを試しているということを忘れないでください。牡牛座、知らない間に背負ってきたプレッシャーとか自分自身に対する行動を制限する思い込みが表面化する出来事が起こってきます。今までその隠れたコントロールによりどれだけチャンスを逃してきたのか思い知らされるような出来事も起こるかもしれません。ここでどう動くのか、それが土星先生からのテストです。もう後悔したくない。今度こそ恐れにコントロールされる人生を手放したい。不安があっても情熱を選択しますと意思表示をしっかりしてみてください。双子座、皆さんの周りにいる仲間、友達、同士、コミュニティそのものとの関係を見つめ直さなければ進みにくくなるような出来事が起こってきます。ランダムに接してきた人間関係を見直すべき出来事が起こります。本当に信頼できる相手はこの人です。明確になっていきます。
あなたが成長できることを信じてくれる相手は誰なのか、これも明確になります。誰に向けてあなたのエネルギーと時間をより多く使ってサポートをしたいのか、これも明確になります。しっかりと厳しく、ある意味ドライに切るものは切るなどの選択をしていく意識を持ってください。蟹座、家族の責任と仕事の責任の間で境界線をどこに置いたらいいのか、どこに時間をどれだけ費やせればいいのか、今のやり方ではもう機能しないような出来事が起こります。見直す必要が出てくる時です。責任ある立場や権威に対してそれが重すぎると感じたり、プレッシャーが強すぎると感じたり、感情的に不安になるかもしれません。ですが、あなたができないことはあなたには与えられないはずですから、このテストでは社会的使命、より恐れを手放して選択していくこと、自分の能力を過小評価せずに逃げずに取り組む意識を持つことが大切だと覚えておいてください。獅子座、自分の信念、これまで学んできたこと、人生哲学を見つめ直して今の人生に有効に使えているのかというテストがやってきます。信念がないと成功しないようなこと、学んできた知識を生かさないと乗り越えられないような事件や出来事が多く起こるかと思います。突然の出来事が起こった時にこそ冷静で俯瞰で視野を広く持ち、これまでの学びを振り返って乗り切る意識を持ってください。乙女座、心を閉ざしてしまったために逃したチャンス、恐れや不安にコントロールされたために止まってしまったすべての動きに対して後悔するような大きな出来事を体験するかもしれません。長期的な目標は継続の中にしか達成しないということを自分を信じ続けなければ、どんな物事も中途半端に終わってしまうということと同時に再確認をして、自分の未来を信じて心を開けて外の世界にもう一度つながる意識を持ってみましょう。天秤座、人間関係、夫婦、パートナーシップに関してこれまでどのように他者と関わってきたのか、この一つの結果がやってきます。相手に求めるものが多すぎなかったか、与えるよりも多くを受け取ろうとしていなかったか、あるいはその逆か。いずれにしてもどちらかのバランスに偏っていた場合には、とても大きな出来事が起こり、見つめ直せざるを得なくなるかと思います。このバランスをもう一度取り戻して再起動するために、人間関係の問題が天秤座には多く浮上してくる時期となります。ここで冷静に調節してください。もし自分本位なところがあったと思えば素直になることも大切です。蠍座、体、仕事、健康のルーティン、やり方ですね、など人生を支える構造の基盤となる、ベースになるところそのものを見直すような出来事が起こります。日々のルーティンを見直さないと、もう日常が機能しないような状態になっていくかもしれません。何が自分にとって大事なのか、もう一度優先順位をつけ直して、日常のスケジュール、時間配分を優先な順番につけ直すということをタイムキーパー土星が蠍座の方に敷いてきますので、それがテストだと思ってください。射手座、これまでありのままの自分を表現することを抑えてきた場合は、その弊害が出るような出来事が起こっていきます。本当に好きなこと、やりたいことが目の前にあっても、外にはあなたの気持ちが伝わっていなかったがために、他の人にそのチャンスが回ることになるかもしれません。誰かがあなたが一番やりたかったポジションをゲットする。がっかりする。そしてそれを与えた人がびっくりする。あなたもやりたかったの？あなたそんなのやりたいなんか全然表現してなかったからあの人にしたの。あなたがやりたいんだったら本当はあなたにあげたのに。というような出来事が起こるということですね。
なので、外にあなたの気持ちが伝わっていないかもしれません。ぜひ再チェックして、あなたの言動がどのように人に映っているのか、あなたの印象を他人にどう与えてきたのか、じっくりと見直して本当の自分を表現する意識を持ち始めましょう。ヤギ座、家族、家、家庭のテーマであなたが何を背負っているのか、今のあなたにとってそれはどういう意味を持つのか、どう守っていきたいのか、あるいは境界線をどこに引くべきなのか、改めて見つめ直して調整を加えるべき出来事が起こります。それから幼少期からのトラウマも浮上する出来事が起こるかもしれませんが、このテストに通ることでこれからの人生、安心で安全な基盤が出来上がります。冷静にプライベートと仕事と社交への時間の使い方を見直してみてください。水亀座、言葉の使い方、コミュニケーションの方法、学習の取り組み方、仕組み、作り変える必要が出てくるかもしれません。あなたが自分の学びとか自分自身の可能性を信じて、それを言葉にしてきたかどうかですね。ここがうまくいっていなければ止まってしまうような出来事が起こります。あるいは自分が伝えてきた言葉、自分が学んできたことを誰かに表現しようとしてきた時に、多くの誤解を与えてしまったことに気づくような出来事が起こるかもしれません。ただここで調整は可能です。合間に表現してきたことをシンプルに簡潔に伝える意識というものを持ってください。魚座、あなたが築き上げてきたものがどれだけ強固な土台になっているのか確認するような出来事が起こりそうです。今後の人生にずっと大切にしたい仕事、使命、人間関係との、人との絆を深めるために時間をどこを優先してきたのか、これを見つめ直すような出来事が起こります。もし情熱のある場所なのにそこに最優先の時間を費やさずに、つまり足りてきていない場合は、そのことに気づかされるような出来事が起こります。ここからは腹をくくって本当に続けていくものへの時間を優先してください。以上です。土星はタイムキーパーであってティーチャーですが、誰よりも皆さんの可能性を信じてくれているからこそ厳しくテストを与えてくれる愛にあふれたティーチャーでもあります。それを自分で乗り越える時に本当の喜びがやってくるので、乗り越えられるものをテストとして与えてくれるということです。つまり土星逆行はレベルアップのチャンスですよということになります。さあ、それではですね、最後に今年の土星逆行ね、毎年違うんですよ。今年の土星逆行、今言ったように12星座別に皆さんが影響を受けるので、そのテストに取り組んでほしいんですが、特に強い影響を受けるバースチャート、バースデーの人がいますので教えておきます。特にこの土星逆行の影響を受ける人はこんなお誕生日の人です。3月27日から4月の4日生まれ、6月28日から7月の6日生まれ、9月の29日から10月の7日生まれ、12月28日から1月の5日生まれです。もちろんそれ以外の人も影響を受けますが、今言ったお誕生日に当てはまる人は特に真摯に向き合ってください。すると特にレベルアップしやすくなると思います。ということで素敵な土星逆行期を乗り切っていきましょう。